テイストがすごいピンクなんで、今回アイシャドウにピンクを使用したりとか。どうもこんにちは、リルムです。僕男なんですけど、普段はツイキャスやツイッターでメイク、あとは歌の活動をさせてもらってます。で、今回はちょっといつもしないようなロリータさんの、自分の中で思うロリータさんのメイクをしてみたんで、よかったら見ていってください。ってことで Here we go! カラーコンタクトなんですけど、バニラのグレーというカラコンを使っています。最近はずっと青色のカラコンをつけてたんですけど、もともと女装するときにグレーのカラコンを最初に使ってたんで、ちょっと初心に戻る形で、グレーのカラコンにしてみました。次に二重を作るときに使用したのが、こちらのオートマティックビューティーのダブルアイリキッドです。これは速乾性、すぐ乾くのと、粘着力が他ののりに比べてかなり強いので、いつも愛用しています。次に肌の下地をしていったのが、こちらのワンデーブライトナープレミアムっていう、肌がワントーン明るくなるクリームですね。で、これは下地にも使用できるっていう風に書いてるんで、ちょっと今回使ってみて、女性というよりロリータさんはお人形感をすごい出したかったんで、いつもよりも明るめの肌で仕上げてます。イエイ！下地の次に使ったのがこのケイトのスティックコンシーラーのライトベージュですね。こちらがもういつも使ってるんですけど、そのまま肌に塗ってしまって押さえつけて、僕も男なんで髭の剃り跡とか絶対にカミソリ負けしたところとかも出てくるんで、そういうのを隠しているのと、あと今回は鼻の T ゾーンの部分にもう最初にベースの段階で明るめの色をハイライトとして入れることで立体感がより出やすくなるようにしました。イエイ！その次に使用したのがこの LB のエッセンシャルミネラルファンデーションのナチュラルオークルです。これは本当にいつも毎日使ってるんですけど、すごい使い心地がいいというか、肌なじみがやっぱ自分に合ってると思うんで使ってます。皆さんもぜひ、そこまで高くないんで一度買って使ってみてください。イエイイエイ！ファンデーションの後にパウダーをしたんですけど、そのパウダーに使ったのがこのサナのエクセルクリアルーセントパウダーのシアベージュです。これはラメが入ってるのと、これもそこまで厚塗り感が出にくいと思うんでいつも使用してます。いつもと同様、ポンポン肌を傷つけやすいと思うんですよ、パウダーするときって。なんでそれに気をつけてちょっとなじませます。イエイ！その後に使ったのがこちらのあなたと私のハートにエンジェルハートのソフトパウダーチークスドーリーピンクです。これはいつも使ってるんですけど、発色がやっぱりいいんで、あと安いんですよ。目の下を中心に、頬骨よりもかなり上の方に結構濃いめに今回のせてます。次にアイシャドウで使用したのがマジョリカマジョルカのマジョルックイルミネーターのピンクです。こちらが一応4色に分かれてるんですけど、一番最初に一番明るい部分の色でベースを塗ってしまってから、目頭から目尻にかけてだんだんと色が濃くなるグラデーションをつけていっています。アイシャドウの後に使用したのがこちらのケイトのブラウン系のアイラインですね。こちらで、ダブルラインを描いてます。ケイトの茶色のアイライナーはどちらかというと結構薄めなんで、逆に使いやすいかなと思うんで、皆さんよかったらお試しあれ。イエイ！次アイラインに使用したのがあなたと私の間にハートを引いちゃうぞ。失礼いたしました。こちらラブライナーのダークブラウンですね。これでいつもは結構その目尻をぐんと下に下げて涙袋の影ぐらいまで引いてしまってからつけまつげとかを女装するときつけるんですけど、今回はちょっとラインを短めに引けました。で、珍しく目尻を跳ね上げて、なんて言ったらいいんですかね、まつげにかなり馴染みやすいようにしました。次に眉毛と涙袋の影に使用したのがビボのアイフルアイブロウのアンバーブラウンです。後で紹介するんですけど、眉マスカラと一緒でちょっとアッシュ系の色になってるんで落ち着いた感じに見えるのと、あとですね、今回ウィッグが真っキンキンってかめちゃくちゃ明るい色なんで、ちょっと眉毛数トーンぐらい落としておとなしめな顔になるかなっ
と思ってやったんですけど、あんまり変わりませんでした。イェイ。その後に眉毛の眉頭を描いたのがケイトのデザイニングアイブロウのライトブラウン系です。これが3色に色が分かれてて、明るいのと中間の間を混ぜて使ってます。パウダーで眉頭描いてあげることによってちょっと柔らかい雰囲気になりやすいのかなっていうので描いてるのと、丸く眉頭を僕描いてるんですけど、それがすごいデザインしやすいんでこれを使ってます。その後に涙袋のぷくっとしたいところにのせたのがこのケイトのメタルグラマーアイズのアイシャドウですね。ブラウン2ですの一番明るい部分があるんですけど、その部分を涙袋影を描いた上に塗っていってちょっとぷくっとした涙袋を作ってます。その次に使用したのがこのさっき言ったケイトの 3D アイブロウカラーのナチュラルアッシュです。これもさっき言った通り黄色みが少ないんで落ち着いた色味になっているので、ぜひ使ってみてください。イェイ。次につけまつげをつけたんですけど、つけまつげに使用したのがダイヤモンドラッシュのドラマティックアイです。これはちょっと初めて今日使ったんですけど、まつげの根元の部分がすごいすぐに目に馴染むような形に作られてて、あとはすごいまつげ自体が柔らかいのでナチュラルにつける方は結構おすすめですね。僕も普段の女装よりもかなりナチュラルにまつげがなってると思うんで、ぜひちょっと一回で試してみてください。その後に下まつげに使用したのがミッシュブルーミンアイラッシュのナンバー7ガーリーキャッツです。これ上まつげなんですよ。なんでちょっとそのままつけちゃうとかなり下に毛虫がついてる状態になっちゃうんで、まつげをハサミで切って使用してます。で、だいたい半分よりも短めに切って逆さに向けて下まつげに使ってます。下まつげをつけた後にもう一度このあなたと私の心の間にハートを描いてくれるラブライナーが登場したはずなんですけど、これは下まつげつけてから粘膜の方にまたアイラインを足してあげることで馴染みやすくしてくれてます。で、次リップに使用したのがイヴ・サンローランの52番、ピンク系のリップなんですけど、これは僕はちょっとあんまり普段使わなくて家にずっとあったやつなんですけど、つけた感じすごい発色がいいんで、ナチュラルなメイクをしたい方にはあんまりおすすめはしないんですけど、ちょっとリップ発色のいいの探せるなっていう人がいたらよかったら使ってみてください。その上からまたリップを塗ったんですけど、それがメディアのピンク系のリップになってます。これも筆で塗ったんであんまり色はついてないと思うんですけど、もうちょっとピンク味が欲しいなと思ったんで今回使用しました。で、リップの最後にグロスを塗ったんですけど、それがキャンディードールのリップグロスストロベリーミルクです。では色をつける前に塗ったのがすごい発色良かったんで色はあんまりつかなかったんですけど、グロスとしては結構多分僕が使った感じだと優秀だと思うんで、ぜひお試ししてください。イエイイエイ。で、最後にほくろを描いたんですけど、もうこれはちょっと僕毎回使ってるんでそろそろいいんじゃねえかっていう感じのマキー極細ですね。体には良くないと思うんですけど、ただほくろにしか使ってないんでそこまで支障はないんじゃないかなっていう完全な自己満で描いてます。で、最後にこのカチューシャをつけたんですけど、下の今着てるお洋服と同じ柄のカチューシャですねつけて、ウィッグかぶってるんでちょっと押さえて馴染むようにしてあげながらつけました。ってことでちょっとメイクが終わったんですけど、どうですかね。ちょっと自分の中では可愛いんじゃねえかとは思うんですけど、ピンクお洋服とテイストがすごいピンクなんで、今回アイシャドウにピンクを使用したりとか、普段つけないようなつけまつげでちょっといつもとは違った感じのメイクになったと思うんで、参考になるかわかんないんですけど、使えるところあったらよかったら使ってみてください。こちらの YouTube のチャンネル登録とまた動画が上がっていくと思うんで、よかったら見ていってください。じゃあバイバイ。